はい、どうもりょうつです。今回はレイスについての初心者向け解説動画になります。ニューヨークギャンブル界の主要な組織に属するレイスは非常に強力なキャリーポジションのヒーローです。レイスは序盤から後半にかけてうまくスノーボール、その有利を生かしてさらに有利を取っていくみたいな雪だるま式に育つ行為のことをスノーボールっていうんですけども、うまく行えれば最終的には試合結果を大きく左右できるほどの驚異的な存在になります。そんなレイスはデッドロックヒーロー .com によると現在 A ランクに分類されています。レイスが平均的な評価になっている理由としては、育ったとしても複数の敵を相手にしづらいっていう点だったり、また振りを取った際に影響力を出せずにそのまま試合が終わりがちな点がネックになっているのかなと思っています。今回はそんなキャリー要素を含んだレイスについての初心者向け解説動画ということで、スキルについて、そして立ち回りについて解説していきます。それでは早速説明していきましょう。はい、ではまずスキル1についてです。スキル1はカードトリックといって、キャストするとクロスヘアで着弾地点を誘導できる範囲攻撃のカードを投げます。メイン射撃によってチャージがたまりまして、レベルが上がるごとにチャージ数増加、ダメージ増加、チャージ効率増加が付与されます。このスキルはレイスの序盤の貴重なダメージリソースで、相手がショートトレードしてきた際などのバーストダメージを出したいタイミングで使用します。このスキルの操作方法は少し注意点が必要でして、まず相手が見えている場合はロックオンしそのまま飛んでいきます。ロックオン先がない場合は常にクロスエアが指している地点を着弾地点としてホーミングします。なので壁の裏などの敵に当てたい場合は、一度通り過ぎるまでまっすぐ飛ばしてからこのように飛ばしたい壁を指定すると弧を描いてきれいに当てることができます。で、一応ミニオンよりもプレイヤーを攻撃することでより早くチャージを貯めることができるっていう特徴があります。なので連戦などでは積極的にメイン射撃でハラスして効率よくカードを取得していくようにしましょう。一応殴りでも結構早めにチャージを貯めることができます。またちょっと小技に近いんですけども、スキルレベル1段階目のチャージ数プラス1を取得するとすぐにチャージ数を手に入れることができるので、1試合に1回しか使えないんで影響力はかなり小さいんですけども、ショートカットでレベルを上げできるようにしておくととっさにバーストダメージを出すことができます。次にスキル2、プロジェクトマインドです。指定した地点に少しのラグの後テレポートします。レベルが上がるごとにキャスト射程増加、バレットシールド付与、クールダウン短縮がつきます。レイス唯一の逃げスキルって主に戦闘中のポジション修正に使用します。で、このスキルがちょっとクセモノで、壁を貫通しない上に若干左下から発射されるイメージなのかわかんないですけど、かなり事故りやすいです。なのでちょっと大げさ気味に斜め上に投げると事故を防ぎやすいのでおすすめです。次にスキル3、フルオートです。一時的にレイスと周囲の味方の発射速度を強化するアクティブスキルです。レベルが上がるごとにクールダウン短縮、スピリットダメージ増加、バレットライフスティール増加が付与されます。終盤ダメージの要になってくるレイス主要スキルって一時的にダメージを大幅に上げることができるので、集団戦前などはファームで使わないように気をつけましょう。最後にスキル4、テレキネシスです。敵ヒーローを一時的に行動不能にする念力を発射して着弾すると効果が発動します。レベルが上がるごとにクールダウン短縮、持続時間増加、最終的に対象指定から範囲指定に強化されます。レイスの強力な 1v1 性能の要となっているスキルって相手はスタンし何もできない状態のままレイスに打たれ続けるので、ほぼ確実に1人沈めることができます。この時スキル3のフルオートを使うのを忘れないようにしましょう。
また注意点として、集団戦ではこのウルトがレイスの生命線になってくる場面が多くって、敵ウルトのカウンター用など防御策として使うことが推奨されています。もちろん攻めに使う時もあるんですけども、強力な護身用スキルがなくなってしまうっていうことで立ち回りが結構難しくなるんで注意しましょう。で、一応コンボっていうほどのコンボはないんですけども、よく使う組み合わせがあるので紹介だけしておきます。ウルトを打った後にスキル3のフルオートを発動してメイン射撃とスキル1を当てるっていうバーストを出すコンボになります。連戦やガンクの際などの1対1や少人数戦でかなり役に立つので覚えておきましょう。で、メイン射撃を打ちながらスキル1のカードを投げるっていう攻め方はよくバーストを出したい、例えばこのパリーゴーの殴りと殴りの合間とか、そういったちょっとした合間にダメージを出したいっていう時にも使えたりするんで覚えておきましょう。はい、では次にレースの立ち回りについて説明していきます。まず序盤の連戦の動きとしては、スキル1のカードトリックを使いながら敵とダメージトレードしつつ、体力有利を維持して獲得ソウル量の差で有利を取っていきましょう。序盤につまずくと復帰がかなり面倒になってくるので、ちょっとレーンが辛いなーなんて時は回復用のアイテムとかがあって、できるだけ長めにレーンに残りつつファームを意識して動いていきましょう。で、一応ウルト取得後は何度かキルチャンスは生まれてくるかなと思います。もしキルが取れそうな場面であれば、レーン戦だったり味方レーンのガンクで使うのもありだと思います。ただそういった攻めにウルトを使ってしまうと、例えば逆に敵がガンクに来た時などにすごくピンチになってしまうので、ウルトがない分少し控えめなポジションを取る必要が出てきます。そういったリスクについても考えながらウルトを使っていくようにしましょう。次に中盤のレースの動きについてです。中盤の動きとしては引き続きファームは重視しつつ、集団戦も視野に入れて行動していきましょう。もしファーム重視でテスラバレット、メイン射撃がビリビリするやつあたりを購入している場合は、この辺から少しずつ火力が出るようになってきます。もしこの段階でビルドが遅れている際は、味方と分かれてスプリットプッシュ、サイドレーンを押す行為っていうのをしつつファームして、できるだけ早く遅れを取り戻していきましょう。できれば集団戦前に何か防具アイテムを買っておくと生存率が高まるので、ファームロスなどを防ぎやすいです。ファームロスを防ぐっていう面で言うと、スキル2のテレポートだったりスキル4のウルトだったりっていうのは、敵のエンゲージ突っ込んでくるのにカウンターする際に使うと割とデスも防げてファームも進むし、なんならキルも取れるっていう使い方ができるので、どっちかというと立ち回りは楽になるかなと思います。最後に終盤の立ち回りについてです。ここまでスノーボールが順調にいっていれば、もうメイン射撃だけで敵が逃げていくぐらいの火力は手に入っているかなと思います。集団戦が起こりそうな状況ではもう早めに味方に寄っちゃって積極的に集団戦に参加していきましょう。で、ここで重要なのがどれだけ効果力を押し付けられるかっていうことなので、無理に1人を追いかけていってレースがキル取られてしまうと結構集団戦が危うくなっちゃうので、最前線というよりもどちらかというと一歩引いた中距離から火力を出し続けるイメージで立ち回っていきましょう。中盤の時にも話したんですけども、レイスのウルトはどちらかというと敵の強力なウルトに合わせてカウンター気味に使うとすごい簡単に効果的にウルトを使うことができるのでおすすめです。ただ1個例外があるとすれば、そのミッドボスの集団戦において結構そのレイスの範囲攻撃化したウルトっていうのは強力になってくるので、
例えばバフの争奪戦なんかは、突っ込む価値はあるかなと思ってます。はい、ご視聴ありがとうございました。前回も話した通り、ビルドについては随時更新して発信していこうと思うので、詳しくはブログの方を参照してもらえると非常に嬉しいです。また、ビルドに限らず、レースの立ち回りこうしたらうまくいったよとか、そういった情報も引き続きお待ちしておりますので、コメントで共有していただけると非常に助かります。また、今回の動画で少しでもためになったなと思った方は、高評価のご検討を、そしてこれからもこういった動画を出していこうと思うので、チャンネル登録のご検討の方も合わせてよろしくお願いいたします。それじゃあまたね。バイバイ。